今回のレシピは季節の食材を使ったご飯料理です。調味料と材料の方をですね、説明していきたいと思います。まずですね、今日はね、粉末の、カツオの出汁を使いますのでね、水からいきます。水がね、380ml で、薄口が 30ml、みりんが 30ml で、カツオの粉末ですね。こちらがね、5g で、これ今日はね、炊き込みご飯の中にいりこだしを、使います。これがね、今日のポイントになります。で、材料なんですが、サンマがね、1匹です。生サンマです。で、お米がね、2合ですね。で、えのき、しめじ、それから舞茸ですね。あと、人参、50g、50g、50g。で、人参はね、ちょっとまだ切ってないですけども、これがね、25g 入ります。で、最後にですね、この薄揚げですね。これを入れるとね、ちょっと油分が入って美味しくなります。これがね、薄揚げが半分になります。では作っていきたいと思います。はい、じゃあサンマのね、処理をしていきたいと思います。はい、まずね、頭を落とします。で、次にですね、お腹を開けます。はい、ここまでね、開けました。ではね、これをですね、一回水洗いしていきたいと思います。水でね、きれいに洗いました。で、きれいにね、拭いて、今ここにあります。これをね、今日はね、大名おろしっていうおろし方でね、おろしていきたいと思います。頭の方からね、こうやって包丁を入れまして、いっぺんにこう、ぶわーっとこういきます。はい、こんな感じですね。で、裏も大名おろしでおろしていきます。骨をね、残したくないので、中骨は残ってもいいんですけど、この腹棒ですね。腹のついてる骨のところ、ここをですね、ちょっとカットしていきたいと思います。はい、こんな感じにね、カットしまして、こんな感じにね、取ってもらったらと思います。はい、これでね、サンマの処理が終わりました。はい。では次にですね、キノコ類をね、処理をしていきたいと思います。こういう感じでね、舞茸なんかはね、ここの石突きありますけど、もうこういうのはね、もう全然気にせんでいいので、こうやってばらしていってもらって、最後にですね、これをこう、小さく切ってもらって、はい。これでね、舞茸は OK ですね。はい。続いてしめじですね。しめじもここ石突きありますけど、もうそういうのはね、最後にちょっとだけカットしてもらったらいいと思います。今日はね、もうあんまりついてないところを選びましたので、こんな感じで OK です。で、えのきですね。えのきはね、ここがついてますけど、これを手でね、軽く裂けますので、こう裂いてください。で、あとまとめてですね、半分ぐらいにこう切ってもらえば OK です。最後にね、これね、もう一個ありますね。ここ、薄揚げですね。これをこう切って、これ、細く切らないとね、これぐらいの厚さにカットしてもらった方がいいと思います。あんまりね、細く切るとね、何が入ってるかわからないので、これぐらいの厚さでカットします。最後なんですけど、人参なんですけど、もう炊き込みにね、入れる人参なんかは、皮全然ついて、もう全然大丈夫なので、これがね、ざっくり。はい、ちょっとね、小さめにこうなるような感じで。はい。これぐらいの幅で切ってもらえればいいと思います。これを、炊いていきたいと思います。続いてね、サンマを、塩をね、振らないようにね、
ちょっとね、焼いていきます。皮目と身の方を焼いていきます。これ皆さんね、炊き込みご飯をやるとき、魚で炊くときにはね、生の魚を、やる場合もあるかもしれませんが、焼いてね、入れるとですね、生臭みがね、消えますので、ぜひこれをね、ちょっとやってみてください。皮目の方からですね、入れてください。はい、これでね、ちょっと焼き目をつけていきましょう。これぐらいにね、今なってきました。ではね、ちょっとね、ひっくり返してみたいと思います。はい、こんな感じにね、いい感じに焦げてきました。はい、今度はね、身の方を焼いていきたいと思います。ちょっとね、裏の方を見てみましょう。はい、こんな感じにね、いい感じに焼けました。ではね、これをですね、お米の中に入れていきたいと思います。全部ね、合わせていきたいと思います。まずね、洗い米ですね。2合ですね。続いて、お水 380ml。で、薄口が 30ml。で、みりんですね。30ml。で、カツオの粉末ですね。こちら 5g です。で、今日ね、ポイントになります。いりこだしですね。こちらが 5g になります。ここで一旦よくかき混ぜてもらいます。はい、醤油の色がね、ついてきたと思いますが、これでね、今度ね、きのこをね、入れていきたいと思います。で、もうね、順位はね、全然バラバラで大丈夫なので、素揚げと、人参と入れていきます。最後にですね、先ほど焼いたサンマをね、この上にね、こんな感じで乗せていきます。で、これでね、一応材料の方が全部入りました。で、今から蓋をしてスイッチを入れていきたいと思います。炊き上がりました。ではね、ちょっと中を覗いてみたいと思います。こんな感じに出来上がりました。この中でちょっと混ぜまして、それでね、お茶碗に継ぎたいと思います。はい。こんな感じにね、こう崩しながら混ぜてもらったらいいと思います。ね、こんなおこげとかね、すっごい美味しいんでね。はい、こんな感じにね、上がりました。これで完成です。本日はサンマの炊き込みご飯の作り方をご紹介いたしました。今日のポイントはですね、サンマは、焼いてね、それから入れてください。それはね、魚の臭み消しで、ということでやってます。で、次にですね、調味料はお米と一緒に合わせた時にね、必ず混ぜてください。でないとね、味がバラバラになりますので、一回混ぜて調味料を、混ぜて炊いてもらったらいいと思います。今からのシーズン美味しくなると思います。なので一回ね、試しにね、やってもらえたらと思います。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。